でも大丈夫、美味しい。うん、美味しいね。気持ちいい。うん。風があるからいいわ。本当だね。うん。やっぱ温度が高くても風があって湿気がないと暑くないって感じがしていい。
確かに。あ、ほら、つーさん見て、ピクニックしてる人がすでにいるよ、あっちこっちに。あ、そうね、このぐらいの時間にね。ほら、自転車組。私たちは徒歩組。でもいろんな人がいるよ。なんか大道芸みたいな人とかもいるよ。あ、そうね、大道芸の人いるよね。ほら、あっちは輪投げ、こっちはボーリングのピンみたいに投げてる。すごいね。あっち行ってみる？いいよ。スクーターがあれば私たちも速いのかしら。あれ一家に一台あると便利だよね。でもすごい危なそうだよね、あれ。あ、ほら見て、みんなピクニックしてる、あそこだ。やはりみんな水辺に集まるね。この時間が一番いいよね。で、なんかあの人たち背中同士に寄りかかってるっていう新しいスタイル。ちょうどあのおじさんたちは今風呂敷を広げてたよ。あ、本当？風呂敷じゃないか。シートね。どの辺にする？もうちょっと先行ってみる？あの水辺にする？いいよ。水太郎にする？水太郎気持ちよさそうだね。どの辺の水太郎にするの？あっちもいっぱいいるよ。あ、本当？どっちがいい？ちょっと行ってみる？いいよ。あ、本当いっぱいいる。そうね。この辺とか？あ、その辺気持ちよさそうだね。そうね。じゃあこの辺にしてみる？いいよ。この眺めでどうだ？ここいいよ。素晴らしいね。じゃあここ。よいしょ。素晴らしい。美味しそう。じゃあワインを開けましょう。すごくない？これ。そう、思い切り適当な感じですごい気楽ピクニックだからね。まあね。お気楽さん。つーさんの好きなチキンもあるよ。そう。それもある。さすがでござる。パンをちぎって食べるスタイルってこと？そう、もうね、サンドイッチ作るのもめんどくさくなったから。そのぐらい気軽な方がいいよね。それは各自ちぎってブルサンもあるし、チーズあるし、あとこのパティドカンパーニもいるから、好きなものをパンに乗っけて食べる。わーい、お腹すいた。いただきます。野菜も一応食べないとね。はい。ポン。あ、おめでとうございます。ジュース。はい。じゃあつーさんもちょっといただこう。じゃあ入れましょうか。すみません。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ三杯乾杯。気持ちいいな、風が。気持ちいいね。確かに。すごいメッセージ日みたいなのが池にほら、つーさん。あれになんかお手紙入ってるかもよ、100年前の。それさ、あれさ、メッセージ便じゃなくてただの空き便じゃん。わかんない。つーさんちょっと取ってきて。あれ。やだ、何この無茶ぶりする人。ちゃんと野菜も食べなさいよ。はい。お母さんみたい。お母さんだもん、もはや。お母さん。スーさんとトラさんとクルコさんのお母さん。そこ一緒なんだ。そこと同ラインなんだ。そうだよ。気づかなかった。そう。俺そこと同ラインだったんだ。そう。肝っ玉母さんとしてやっています。見て見て、向こうに鳥がいる。あそこいいスポットっぽいね、あの鳥たち。どこ？真ん中の岩のとこ。あそこの人たちなんでどう考えても近所のピザ屋でピザ買ってきて食べてるもんね。フランス人でも多いじゃん。昼の休みとかもさ、公園でみんなで買ってきて食べてるじゃん。そういう場所があるのはいいよね。公園は大事なんだね。森大事よ、森。じゃあそろそろつーさんもやっぱりメッセージ便を取ってくるべきじゃない？てかさ、俺さ、マミコにさっき言われる前にさ、メッセージインアボトルとかさ、もう今やる人いないんじゃない？いる。いる。本当にマミコやったことある？いつやったじゃん、最近。最後にやったの。すごい、もう3日前ぐらいやった。何のメッセージ残したの？ワインの瓶の中にこのワインの瓶を拾う人はラッキーですって書いてある。大吉的な？拾ったことある？ない。でもさ、流した人いるんでしょ？
ってことは広がないの？もうみんな海に行ってなんかもう帰ってこないのか。でもさ、そんなさ遠洋まで行かないっしょ。だって普通海岸で話したら。いやでもそれが何かのものすごい濁流にそんなこと絶対ないって。川で流されていったのがってでまたこう鮭のようにって戻ってくんで多分川に。それボトルが石持ってるやんけ。動物やん。誰か拾った人いないのかな。いないのかな。視聴者の人で私拾ったことありますメッセージみたいな。私拾ったことあるよ。嘘つくなよ。でも誰か拾わなかったらおかしいよね。そんだけみんな。俺も一度も出したことない。本当に出したことあるメッセージ。ない。タイムカプセルとかやったことある？埋めたことある？あったかな。でも俺昔なんかちょっと缶とかに入れたことある気がする。ちょっと中二病っぽい感じ。やばい、さすが。来たなんか10年後のお前みたいな。うわ、来た怖い。でもそんなの発見したら嫌だね。なんかうわやったことある？ないよ。タイムカプセルとかやったことない？10年後の私へみたいな。10年後の私へ。10年後の私は今頃外交員となって世界を外交員となって外交官となって世界を駆け巡っているでしょうみたいな。可能性としてあるね。マリコが地球を救うんですねみたいな。最悪だね。なんでよ。ちゃんとね、私にはちょっと地球は救えないなと思ってやめたんだから、外交官になる夢を。リアルにそれ狙ってたの？そうだよ、外交官になりたかったの。高校生になるぐらいまでは。高校生まで外交官になりたかったんだ。なんでやめたの？私にみんな守られたくないよなって思ったの、本当に。それ守ろうと思ってたの？外交官になって。そうよ、もうなんかちょっと違くない？敵国から国を守らんとあかんと思ってた。今でもその衣装あるの？だからないってことが分かったからやめたの。私そういうんじゃないなと思って。すごいね。それいくつの時にそれ思ったの？やりたいなって。いやもう中学校ぐらいとか。短いなそれ。でだから英語を使う仕事として。花形なのは外交官って思ってたの多分。それそうだね。花形だよね。だからそれになりたかった。だがしかし外交官って何ちゃるかっていうのが分かった時に、私にちょっと日本を救えないなって思った。私自分のことも守らないのに人のことやってる場合じゃないなと思って、だからちょっとやめようって。みんなよかったと思ってる今まだ。よかった、なんか無理っぷって思ってる。だって外交官のお友達さいっぱいさいたけどさ、みんななんかすごい真面目だったもんね。そりゃそうだよね。私とは全然違うの。だってサマースクールとかさ、同じお家同じアパートマンの一緒の部屋の子とかも外交官の子だったからさ。もうすでになってる子だったんだ。そう。あら、ワンコさん。ワンコさん。ワンコ。あれ。逃げられた。どこのうちの子なんだろう。なんか来た。美味しい匂いがする。パンの匂いがする。ダメだよ。パンの匂いがする。何その可愛い仕草。でもドロドロ。カメラを向けたら去ってった。この森は犬を飼うのには最高なんだよな。俺もちょっとだから犬を飼いたいなって思う時もある。まあいいじゃん、自分が犬みたいなもんだから。でも自分で自分のことは可愛がれる。自分でこの心のとかやればいいじゃん。いいの俺そんなことやってても。それが旦那で構わない？家でダメだよ。転がり回ったりとかするけど。これプーさん食べちゃったら？食べる。はい、パンをちぎりなさい。なんかちょっとこう痩せたからなんかあんまり胃がちっちゃくなっちゃったのね。今痩せたアピール。ここで。ちょっと痩せちゃったのよね。別になんか運動して痩せたとかそういうんじゃないけどね。ただ痩せたんじゃないです。やつれたって言うんだよそれ。痩せたんじゃやつれたんだよ。違うよ。だってちゃんと腹筋とかもしてるもん。昨日じゃんそれ。昨日だけじゃん。昨日やっただけじゃん。違う。その後ちゃんとスクワットとかもしたもん。もうすごいよ。もうすぐシックスパックだ。でも別にできるけどシックスパックとか余裕で。なんで笑うの？だけど別になりたくないじゃん。ね。だろうね。やっぱ夜が長いからさ、夜のピクニックしてもこう寂しん坊にならなくていいね。
明るい言いたいこと。真っ暗になっちゃうとね。今何時なの？だって8時とか9時とかでしょ？今もう9時。9時にこんなピクニックができるってすごいよね。そう、むしろこの時間がだからみんなだってまだ全然やってんもんね。みんな全然やってる。向こうの方でなんかどんすかしてる。なんか俺結構好きだな、やっぱりこういうの。いやー、美味しかったです。ありがとうございました。よかったね。いいね、なんかね。まあしばらくぼーっとしていきましょう。もう寝たら？でも寝たらでも俺寝たら絶対置いてきぼりにされそうだから寝ない。ちゃんと意識は保っとく。そうなの。鼻にパンの粉つけてるけどね。ごちそうさまでした。はい。